こんにちは、深田由美です。はい、皆さん、急な質問なんですけど、深田栄美と言ったら何でしょうか？そうですよ。メガネですよ。そうです。私のトレンドマークはメガネなんですよ。で、実は、このメガネには秘密があって、何かっていうと、これ、レンズが入ってないんですよ。これね、伊達目なんですよね。で、私が持ってる、メガネもね、こういう感じで、伊達目なんですよ。で、もともと視力悪くて、レーシックしたんですけど、そのレーシックについてちょっと話をね、したいと思います。どれぐらい悪かったかっていうと、生活に支障が出るぐらいのレベルで、小学校でいうこういうメイクしてこうやるじゃん。で、それが一番上が見えなくて、で、朝起きてももうぼやけちゃうレベルで、撮影の時とかも私ドアリのカラコンつけてたりとか、家とかではドアリのメガネをつけてたんですけど、支障が出るっていうことで、しれっと、レーシックをしたんですけど、もうレーシックは素晴らしいんですよ。皆さんもきっと多分、ちょっと受けたいなーとか、でも怖いなとか痛いのかなっていう感じの人が多分いると思うんですけど、まずどういう流れかっていうのをちょっと話した方がいいのかなって思って、まず3日間ぐらいコンタクトをつけちゃダメなんですよ。なんでかっていうと、自分がどういう眼球の形をしてるのか、大きさをしてるのか、黒目の大きさなのかっていうのを全部調べなくちゃいけない検査で、それをやるためにレンズをしちゃダメなんですよ。レンズをつけると眼球の形変わっちゃうらしくて、3日間つけないことによって、その検査の当日の時に本来の目の大きさになるらしくって、だから何も見えないままけど、もう検査の種類豊富なんですよ。20個ぐらいの機械をやったりとかして、検査が街も含めてだいたい4時間ぐらいかかりました。めっちゃ長かったですね。途中で眼球を機械で変わらなくちゃいけなくて、麻酔の目薬をするんですけど、それが効くまで1時間ぐらいかかるみたいなこと言われて、めちゃくちゃ長かったですね。それが、終わって、最後、金額がどんぐらいかみたいなことを話すんですけど、皆さんいくらだと思いますか？気になるお値段。お値段は、ざっくり80万ですね。80万しました。でかいですよね。でももちろん、安いコースもあるんですよ。40万、50万、60万とかあるんですよ。で、私も全然安いのでいいかなと思ってて、そんな別にレーシックは変わんないでしょって思ったんですよ。だけど、女の人の、説明によると、新しい機械にかけてどんどん値段が高くなって、レーザーでこの目の網膜みたいなのを削る粗さがやっぱどんどんスムーズになっていくらしいんですよね。値段が高くなることについて。だから逆に安くなればなるほど、目のそのレーザーを当てる粗さがちょっと荒かったり、ちょっと昔の機械だから視力がすぐに戻っちゃう可能性がありますよって言われたんですよ。で、そんなこと言われたらさ、高いのにするしかないじゃん。プラスアルファどんどんつくんですよ。オプションみたいなのが高くなるについて。だから私はレーザーできる粗さがないやつプラス視力が一生戻りにくい機械を使うみたいなことを言われて、結局そんなやがや80万ぐらいしましたね。はいですね、レーシックって。でも、もともと目の復活方法が2つあって、レーシックと ICL って2つあるんですけど、ICL っていうのは目にレンズをはめ込むんですよ。メガネ状態ですよね。メガネを網膜の中にレンズを入れるので、それで目が見える。だから、メリットとしてはいつでも何かあった時にレンズが取れるっていうのが、あるんですけど。で、もともと私は ICL にしようかなと思ったんですけど、私のその目の具合によると、眼球の形がちょっといびつなのかわからないんですけど、下手してずれると余計目が悪くなっちゃうらしくて、二重になっちゃうらしくて、で、あと私遠くなるとガラシになっちゃうので、レンズを作るのに1ヶ月ぐらい自分専用の。だから私は ICL 手術に向いてないらしくて、レーシックにしました。で、それで手術当日になるんですけど、怖くて、めっちゃ怖かったですね。でもずっともう説明しないかなとか、目を切るのみたいな。目のどこを切るのみたいな感じだったんですよ。で、麻酔の目薬をしてくれて、すごい目の感覚なくなったなっていうのがすごいわかるんですけど、まだ不安なんですよ。で、いざ手術の方に行ったんですよ。そしたら女の先生が座ってて、その先生がどうやら私の目の手術をするらしいですけど、私もカウンセリングの時しかやっぱ会ってないから、もう全然信用ゼロなんですよね。この人に私の目の一生がかかってるのかって思うと、もう怖くてしょうがなくて、しかも、で、寝るんですよ。寝たら何されるかっていうと、まず両手を拘束されるんですよ。動くとあれなので拘束しますねって言われて、バーみたいな。いや、普段のちょっと動画じゃないんだから、どういうことだろうって思って、怖っみたいな。
で、眼球も動かしちゃダメなんですよ。動かすと、なんかレーザーがずれて、失敗しちゃう可能性があるみたいな。まずどうされるかっていうと、変な機械で、こう、カッてごめんなさい。もうなんかすっごいなんかグロい話なんですけど、カッてなって、もうこう、瞬きができないようにさせられる。で、はい、始めますよって言われて、目が何も見えないので、もうなんか不思議な空間にいる感じですね。もやもやみたいな感じで、もう全然わかんなくて。で、痛くなかったんですよ。別にレーザーで切られてるような痛みもないし、本当に痛くないんですけど、最後のラスト30秒ぐらいで、ビーって音がして、なんかこう、レーザーで切ってるような音がするんですよ。ジジジジジみたいな。ビーってなるんですよ。もうマジ濃くて、匂いがするんですよ。魚焼いてる匂いがするんですよ。臭い匂いがして、ずっと30秒ぐらいもう、ジーってやってて、それで最後に点眼でジュージュージューってやって、じゃあ片目行きますよって、もう片方行きますよって言って、もうってなったんですけど、こっちも同じように、2分2分で4分ぐらいですかね。で、終わって、はい、お疲れ様でしたって言って。で、目薬3つぐらいもらうんですけど、それを毎日3、4回ぐらいやってくださいねって言われて、で、家帰ってくるじゃないですか。まあ、説明受けて家帰ってくるじゃないですか。もう全然目見えないんですよね、やっぱり。こうやってスマホ見てても、遠くやっても見えないし、近くでやっても文字が見えないんですよ。だけど、もうその当日の時にカウンセリング先生が、次の日になったら目がすごい見えますよって言われたんですよ。全然心配はしてなくて、もうなんかもう何も漫画も見れないし、LINE も返せないし Twitter も見れないから、もういいや寝ようと思って寝たんですよ。だけどそんなひどい痛みではないんですけど、こう玉ねぎを痛み、ずっと玉ねぎの汁を目の中に入れられてるような痛みがずっと続くんですよ。目閉じてもずっと玉ねぎが入ってくるので、もう寝れなくてこれやばいと思って、薬局たまたま9時ぐらいやってて、ロキソニン買って飲んだら痛みがちょっと引いて寝れましたね。だから皆さんレーシックするときは絶対にロキソニン買っといた方がいいです。で、まあそのままもう寝たんですけど、次の日になったら、はぁって言って、すごい天井がクリーンだなって思って、で、こう見渡すと、やっぱ壁もクリーンなんですよ。台所のこうちょっとした食材のこう文字とかもこう見えるんですよ。すごいなって思って、で、まあその次の日に検査行ったんですよ。そしたら、視力が 1.0 になってて、1週間後に来たら、目の下のこの一番下が見えて、くっきりと見えて、視力が 1.5 に回復したね。素晴らしいなって思って、多少高いけど、一生ものじゃないですか。その子を考えると、早いうちに、まあちょっとやっといた方がいいんじゃないかなってめっちゃ思いましたね。それでやってよかったことっていうのは、朝が苦しくなくなりましたね。朝起きてもぼやけてるので、夢の続きみたいな感じがして、休みの日とか全然起きる気になれなかったんですけど、起きたらもう目がクリーンなんで、なんかもう起きたって感じがして、なんかパチって目が覚めるんですよ。2つ目に良かったなって思うことは、イルミネーションがめっちゃ綺麗だなって思いました。なんかクリスマスの時とかのイルミネーションがマジ綺麗なのと、そう夜景とか遠いところとか外のところの景色がまあ綺麗で、こんな綺麗な世界あるんだなみたいな、なんか毎日部屋でもどこでもなんか毎日イルミネーション見てる感じなんですよ。まあレーシックはそんな感じです。はい、じゃあどうだったでしょうか。私が言えることは10万とか、まあそういうのも多分レーシックってあると思うんですけど、そういうのって話に聞くと機械とかの新しさとか、こうあとレーザーの切る粗さとかもあるので、だからやっぱりこれからの将来をかけて的にはやっぱりちょっとこう高い方がいいのかなって私は思いました。まあすごい皆さんやった人とかすごい世界観変わるって言うんですけど、マジで変わるので、考えてる人は早めにやっといた方がいいのかなって思います。私の今回そのレーシックの話でした。